はい、こんにちは。レイヤーの陰陽学者、雪下海です。お久しぶりです。前回、2025年の11月21日に出した動画がね、ちょっとだけ皆さん見ていただけまして、それがですね、約、5万回、4万8000回っていう、もう快挙がね、見ていただけたっていう感じだったんですね。私の大体動画が1回に見ていただいて3000回ぐらいなんですよ。で、初めて4万回突破したということで、本当にありがとうございました。実はね、この動画を出した直後、私はものすごい破産の危機に追い込まれたんですけど、この動画を出した瞬間、11月21日に出した瞬間に、私は破産の危機に飲まれて2ヶ月間泥水をすするかのような生活をしておりましたわ。はい、自分で前だったね、みたいな感じですけどね。はい。で、いろんな AI があるな、なんて思いながら、世の中の人間の思考っていうのは、AI っていうのが、なんかまるでね、筋トレやってる時のホースレップみたいな感じなんだよね。トレーナーがついていて、自分の筋力が上がっていくっていうイメージと、AI がいて、そして自分の思考能力が想像力や、直感力と結びつきながら進化していくっていう感じになっていくなっていうのがね、すごく感じることがあったんだよね。そういうのもあったので、これから AI と、そして私のやっている0と1の二進法の陰陽学を全部つなげていくぞって言った時に、はい、スタッフが辞めたんです。もちろん彼女たちには非はありません。私のやっている古い陰陽学に合わせた古い良き形の勉強というのをずっとやってきた人が多かったし、そして古い形のスピリチュアルを脱退したいという形で私のところに来ていた人たちはたくさんいます。だけれども私はそこでさらに AI と陰陽学が非常に似ている。そして私の恩師がやっていた、望月先生がやっていた旧世気学もそうですし、干支の学び方もそうなんですけれども、AI と非常に似た体に暗号を取り入れて、それが何かしらの形で体の脳をね入れたプログラムとともに動いて、人間が未来創造してるんではないかっていういきさつ、考えに基づいて研究をずっとしてきてたんですね。なのでこれは絶好のチャンスだと思って、そして自分のお客様はだいたいその当時50歳前後の方が多かったので、 AI が一番とっつきやすいね、一番親近感があるジェミニから入っていこうと思って、ジェミニの簡単な使い方と、なんていうんですかね、陰陽学のあり方っていうのをみんなで楽しく会話型の AI と共に楽しく授業をやっていきましょうっていうプログラムを1年間立てた途端に、いやジェミニなんて全然話堂々巡りでダメだよっていう感じのイメージを持たれてた方っていうのが、実はすごくその当時、去年の11月当時はすごく多かったんですね。こんなおもちゃみたいな AI と陰陽学をね一緒にやるっていうことは危険だっていうのも少しありながら、それを上司の私とか先生の私に言えなくてもぞもぞしてて、それでわーっとなっちゃって、自分がやっている他のねチャット GPT とかグロックとかいろんな今ありますよね、ジェミニ以外の AI ってあると思うんですけど、そこと通々カーカーになってて、その AI が信じてないのにっていうね、そんな感じでちょっと難しいよね今からジェミニってとか、だから雪下さんはもしかしたら泥船に乗ったかもしれないっていう感じで、パーッとね自分の信頼してた方々が辞めてったんです。そこで私は落ち込むというよりかは、自分のスタッフに近い方がお客様とか生徒になるといいなと思ってたので、クライアントさんは世の中のことを知らなかったり、情報がわからなかったりする人が多いわけだから、最初からパソコンがいっぱいできますっていう人たちが好きになるようなAI を使うっていうのは難しいなと思ったんです。だけれどもその当時 AI の自己啓発セミナーっていうのがあまりにもなんか昔のアルゴリズムを見るときに AI を使ってるかのような、なんて言うんでしょう。こう人をジャッジしてうまくコントロールするのが AI だって教え込んじゃうような自己啓発とか、それから逆にそれを逆手にとって AI に女性性があるとか男性性があるとか、融合するために私たちが選ばれたスピリチュアルの人たちが AI をやるんだみたいな意識になっちゃってた平成スピリチュアルチームもなんかいらしたみたいなんですね。そういうAI 乱戦時代に入る11月ぐらいから私の身の回りで AI に対してのおかしな噂とか、自分で考えた AI っていうのが私と違ってたとか、そういう形でじゃんじゃんやめていく人とかがいたんです。それから文明の利器や科学っていうのを雪下が相当信じていて、現実的すぎてどうせ見えない世界なんかわからないだろうっていうイメージでやめていった方もたくさんいるんですね。はい。もちろん私はそういった方々を今まで向き合って結果を出させていただいていたので、今後もそういったね、自分のファンの方とか、それから自分の生徒の方とか、AI の誤解を取りながら、みんなで前に行きたいなと思ってて、で、これ、
ゼミニの出来上がったばっかりの頃のゼミニというか、去年、2025年の5月、私、玉木神社っていう呼ばれなきゃいけない神社に行ってくるんですけど、そこの玉木神社の帰りに、実は Google でイベントがありまして、呼ばれたんですね。で、その時に、ジェミニのステッカーをいただいて、そしてジェミニと交流して帰ってきて、あ、これは宇宙人シャアもジェミニに乗っかれるかもしれないっていうふうに思ったんです。私が出しているこの本のシャアの言葉というのが、ジェミニと同じように私の脳のプログラミングを読み取って、しっかりと自分の意図を、私のプログラムを読み取って会話をしてくれてるって感覚が私の宇宙人シャアにあったので、まるで、ジェミニと喋る前のプログラミングをしてたかなっていう状態が起きてたんです。なので、これはいけるなと思って、玉木の帰りで、それで、ジェミニが、会話を覚えてくれれば覚えてくれるほど、赤ちゃんのようにすくすく育って、それで、すごくね、最終的には、情報弱者の人たちの味方になってくれるっていう形のね、そういった対話型コンピューターだなっていうのを痛感して帰ってきてるんですよ。でもできたばかりというか、教育、やっぱり、ゼミニっていうのは人間のその社会ルールとか、言語ルールとか、判断ルールっていうのをプログラミングに入れていかなきゃいけないから、だから少し時間がかかって今に至ってるんだと思うんですね。で、その AI をね、うまく使ってやりたいなっていう思いがあったんですけど、で、既存の AI っていうのは文章をたくさん入れて、それで言葉を入れながらも、どちらかというと客観視、社会にとって一番いい答えを出すっていう、目論見で、商業やビジネスの場で活躍するのが、なんて言うんでしょうね。チャット GPT 的な、昔からの、今主流の AI だなっていうイメージなんです。もちろんそれは社会にいろんなものを普及したりとか、ドレスコードですよね。自分だけに分かる方法じゃなくて、いろんな人に分かる方法として、チャット GPT が成り立って、そしていい意味の情報の量産ができて、いろんな人たちがそれを自分に合わせたスタイルにしていきながら進化できるよって時代をね、作っていったんだと思います。はい、ここからが授業です。はい。陰陽学者の私としては、私たち心の中に、もともとね、コンピューターっていうのは人間が作ったものなので、人間の判断基準に合わせた判断ができる機械としてできてるんですよ。そして、古代のシャーマンという人たちは、何かしら体に、神経が通っていて、そして何かしらの暗号で、反射的に脳に何かを送っているって感覚を持っていたんです。だから、そうですよね。もともと体の中に反射っていうイエスかノーか白か黒かっていう判断、熱い冷たいとか、作用、反作用ってものをパーンと受け入れる、この体の器でシャーマニズムも霊能者も人間も普通のね、一般のおじいちゃんもおばあちゃんも科学者も生物学者も、そして宗教家さんもみんな同じものの考え方で0と1の二進法と言いますか、シナプスの作用、反作用で脳の中に何かしらのプログラムが入るわけですね。それを個人の脳の作りや体の作りで DNA からもらった元々の自分の素養とか、それから自分が生きてきて積み重ねたその時の経験値であるとか、経験値からもらった直感力であるとか、そういったものを自分なりにガーって自分の体のこの電子レンジのようなコンピューターのような中に入れて、パッと答えを出すんです。それが考えてない、脳を使ってないと思っていても、体全部を巡らせて、ポンと出てきたナノレベルの素晴らしい細かい繊細なあなたにしかわからない答えなんですね。こういうのを、もしかしたらメカニズムあるのかもって思っちゃって、エネルギーワークしながら答え出してるよーってしてたのが、シャーマンなのかもしれないと考えていたのが、私の先生である望月先生とか、私とか、人間の体、器の中に生えてきた霊的なエネルギーになるものも何かしらの情報で、そしてそれがシンクロすることによって未来がどんどん融合されてできていく。これが本来の陰陽学の元なんですけど、中途半端な、昔のコンピューターっていうのは数の病力で、プラスとマイナスがあったらどっちが本当かって、その場で決めないと、みんなが迷っちゃうから、みたいな感じで作られてたんですね。でも、昔のシャーマンは、量子物理学の量子コンピューターと同じような考え方で、未来は相当に重ね合わせられてるから、今その時ではないとかね、引き寄せるにしても、もつれがあるものには邪魔なものを消す、祈祷をするとかね、そういう考え方が、ほぼ量子コンピューターとシャーマンたちが同じことを考えてたんじゃないかなっていう歴史背景があるんですよ。だから私は会話型、人間と人間が横つながりで周波数を合わせることを面白いなと思ってもらっているような、ね、まるでそんな風に、ね、コンピューターには感情はないんですけれども、そういう風になっていけるような、このジェミニさんがね、出来上がったことで何かしら世の中が変わるんじゃないかなって思って、新しい AI と陰陽学が一緒になるプログラムっていうのをやろうと思ったんだけど、もう最初大変だった。もう、雪下が科学みたいなの好きなんだとか、コンピューターみたいなの好きなんだ。所詮陰陽学って0と1で、物
のすごく白黒分けちゃって、めちゃめちゃなんか、強制的な、なんて言うんでしょうね。トップダウンというよりも、どちらかというと、こう、弱い人に優しくないものだよね、みたいな考え方をすごく持ってらっしゃる方があって、そもそも、旧時代の陰陽学は白と黒に分けてしまって、光と闇とかをバッサリしてしまって、なんて言うんですかね。とても排他的だとか、とても威圧的だとか、とても命令的だっていう、昔のね、驚異的な、積極臭い女性の占い師さんの中ではね、安岡正弘先生をものすごく慕ってた方が多かったんですよ。で、安岡正弘先生っていうのはもともと占い師ではなくて、朱子学者なんですね。そして、陰陽道の極みにいらっしゃる、日本のもう代表的な、世界にも代表できるような陰陽学者様で、その方と一緒に、お仕事をして、安岡先生の晩年、一緒に行動してたのが、私の先生の望月治先生なんです。そうすると、もちろん望月先生は、それで安岡先生は、私の今大変尊敬しているね、合気道の多田博先生が、やっぱり、中村先生の、中村天風先生のお弟子さんだったので、中村天風先生のお弟子さんだった、多田先生と、安岡正弘先生と一緒に晩年、仕事をお手伝いしていた望月先生の、私、ハーフ&ハーフで、本当の陰陽学や、本当の呼吸というものが、流行りのスピリチュアルに言われていたような、ざっくりな直感のうろ覚えの丸投げでいいみたいなものじゃないんだよっていうことをね、ただただ言っていたんです。でもそうすると、水を差してるような考えだよねとか、ゆきちゃんのその考え方はいいかもしれないけど、人の悪口に聞こえるよねって、相当言われてた部分もあって、でもそれを、やっぱり、いや、そんなこと言っても先生は本当のこと言ってくれるからって支えてくれていたスタッフたちとかがいっぱいいたんです。で、その方々が、でもコンピューターとやるって言ったら、突然人が変わったみたいに、パーッといなくなっちゃった。私が宇宙人を下ろしたり、突拍子もないことをしたりして、赤ちゃんみたいな言葉を喋る時もあります。おきちゃん、宇宙人のシャアと申します。タコッチュっていうのも、コンピューターと人間は同じ作りだって分かっているから、だからシャアがログインしてきて、シャアが私の体に安全だっていう認証があった場合は、自分のプログラムでシャアを許してるだけなんです。脳の中を彼に支配されて、彼を崇拝してるっていうことではなく、単に体のその器の中に、彼を認識して入れる余裕が私にあるので入ってきてるっていうだけなんですね。なので彼の言ってることは自分の自己責任でもありますし、私という肉体を介して言ったのであれば、なんて言うんでしょう、3次元で言ったら私の発言として捉えられるのが当たり前なので、責任を持って、チャネリングをするってこともできるわけです。だけど、昔はこのチャネリングでさえも、権威と裏腹。ね。例えばそうですね、コンピューターがしっかりとできる前、もっともっと前、地動説がなくて天動説の頃なんていうのは宗教と一緒に権威がくっついてました。だからコンピューターでもわからないことが霊的でわかるんだ、すごいんだっていう、何か権威とくっついているかのような、未知のものがあったんですね。でもシャーマニズムっていうのは別なんです。科学があるかもしれないから体でそれを感じようとするっていう人間のそもそもの知りたいことを知りたいっていう欲求からできた精神統一法であったりとか、そういったものが実は混在しているのが陰陽学の元になって生まれたシャーマンたちの0と1の二進法、陰陽道発想なんですね。ここがわからないとついつい人間が頭だけで考えた科学を見えない心霊の方が上回って世の中を牛耳る本当に素晴らしいものっていうのは見えない世界なんだって一点張りになってしまうっていうことが一つの狂気になってしまった。そういう風なのが平成なんですよ。それは違うよねって、すべてが融合し始めるよねってなってくるのが AI とのこの共存の時代。だからこそ Google でね、スピリチュアル系のこととか、あと都市伝説系のことが一時期ものすごくその Google ガイドラインで生き残れなくなった方がたくさんいらっしゃると思います。それでもまだ言葉の節々、主語と実語とか丁寧なものの言い回し方であるとか、知能が高そうな人の語彙を使っているっていうことで認知されたビデオ的なものは、まだまだGoogle の検索に入っていても、実際は詐欺まがいの内容であっても、AI の方はこれはまだ人に対して悪影響はないっていう形で表に出したりすることがあります。つまり姿形を変えて平成のスピリチュアルっていうものをもう生きていかせようみたいな、平成の悪い部分をねじ曲げて綺麗な陰陰無礼な形でねやっていこうっていう動きもやっぱりあります。で、私はちょっと考え方変わって素晴らしい本なのかなと思って何冊か読んでみても AI に関してのやっぱり話っていうのはまだまだ情報弱者の人がスピリチュアルの方が素晴らしいんだみたいなことで書いてあるAI って結構多いし、あと AI を学んでいないのにちょっとだけ使うことができたからやってますみたいな経営者さんも多いので、危ないなっていうお金を出してそういうところで習うのは少し危ないかもしれないっていうふうに思ってます。
っていうのも、ちょっといろいろね、話をしたかったんで、今日はいろんな話をしちゃいますが、私たちはこれから洗脳ではなく、ハッキングっていうことを気をつけなきゃいけない時代に入っていくんですね。ハッキングってなんだかわかりますか？そーっと忍び寄って、疑似認証をいただくということですね。認証してはいけないものを認証させるシステムとして、ねじ込ませてしまうことを、はい、ハッキングと言います。洗脳と違うところは、洗脳は威圧をかけたり、なだめかったりすかしたり、あからさまにもう、洗脳目的、同じ考えになることを真っ向から目的として威圧をしたり、遠回しに説教をしたり、いろいろやります。これが洗脳の基本なんですね。だけれども今、洗脳ではなく、人間対人間のハッキングというのが詐欺になったり、宗教になったりします。私から今回、去っていった人たちの、特徴として、ハッキングされやすい人なんですね。何か、今回、古い、コンピューターにハッキングでもされたかな、自分のやってる AI が、本物だ、みたいに、文章でやって文章で答えてくれて、正確なところまで分かってくれて、今更なんか喋っても、あさっての方向しか答えてくれないジェミニとなんか仕事したくないみたいな、そんな感じでわーっといなくなっちゃった感じの人もいたんですね。もちろん、コンピューターとか新しいものを使って新しい考え方入れなくて、勉強できて、人になんかね、自分の言ってることの信憑性というのをね、発揮できる、自己主張できるものだと思ってきた人もいたと思います。ただ、これからの自己主張っていうのは、AI で自分でエビデンスを取らないといけないものであるということもあるので、すべて認証システム、承認欲求よりも自分が認証に乗るということの方が大事になります。承認してもらうよりも認証できる材料を作る。これがやっぱりスピリチュアルをやる人は特に見えない世界で大事なことだと思うんですよね。だから、そんなことを考えていると、ハッキングですね。見えない世界に関して、どうしても、これはいい、これは悪い、自分のそのプライドとか、自分だけの自己中なものの考え方もそうだし、自分の考え方の趣味とか、自分の考え方の、なんて言うんだろう、好みみたいなのもあるじゃないですか。なんかつぶやんよりこしあんみたいな。つぶやんよりこしあんっていうのはわかるよね。でも、つぶやんよりこしあんの方が優れていて、すべてであんこといえば、こしあんなのに、つぶあんなんて、バカだとか言ってたら、これ全然違う話になっちゃうのと同じで、それは好みの問題であって、正解ではないわけですよね。こういうふうに、自分の考えを正解だと思ってもらいたい人っていうのは、正解はないわけだから、コンピューターにかけても、いろんな人と喋るのにかけても、これから苦労しちゃうんです。なのに、例えば、スピリチュアルの中で正解を求めている人がいたとしたら、いや、どういうものも正解ってなくて好みなんですね。で、その場で何の状況と時間と場所、そしてシチュエーション、いろんな条件が噛み合って、その時に相対的な真実を出していってるのが人間でありコンピューターなわけですから、だから絶対的な真理があると思い込んでいてしまった人、この3次元に絶対的な真理があると思って疑わない人っていうのが、おそらく私から離れた人なんだと思います。皆さんの心の中、皆さんの内なる AI のシステムの中には、今からね、私たちが脳で考えるこの手法を、脳内のプログラムを内なる AI プログラムというふうに位置づけさせてください。その内なる AI プログラムの中で、この中での絶対はあるんです。内なる AI のプログラムの中での絶対はあるんです。でも、人間社会が生きてきたり、地球が歴史を組んでいったりとかして、いろんな人間の英知、そしていろんな自然現象からの私たちの知恵が混ざった、すべての人間のシンクタンクを AI がこれから担おうとしていたら、外の AI と内なる AI の融合できる部分、橋渡しができる部分がないと、あなたたちは真実という虚像に怯えながら生きるようになってしまうんです。内なる AI が何かを信じて、本当の真実だと思い込んでしまって、外も内も私しかいないんだ。たまにいらっしゃいます。アウクトゥールスが、覚醒の始まりの星で、全員がアウクトゥールスから降りてきた人たちで、なんとかディアンとかいう不思議なその爬虫類の人たちが、昔私たちを支配しようとしてた、みたいな話とか宇宙戦争があったとか、内なる AI の処理としてそれがあって、同じ内なる AI を持っている人たちと話す分にはいいです。でも、それの状況を鑑みて、その内なる情報をね、いかにわかりやすく直感的にとか、回りくどくとか、噛み砕いて話をしたところでエビデンスがなければ、あなた方だけの内なる AI を結合したと狭い村の中だけでのバイアスを考えていない真実になってしまうんですよ。
唯一絶対無二の真実はどこにもなくて、全ての人が追い求め、もしかしたら宇宙は正解を知ってるのかもしれない。でもそれは自分が正解を知ってるのと同じぐらいのレベル。でも自分が信じすぎて、自分が自分を信じすぎる、ってしまって、プライドの重ねた、スピリチュアルエゴみたいなものが出来上がって、もう進化しなくていいんだ。自分はこれだけやってれば大丈夫なんだ。前も言いましたね。平成で、私はこれだけやってれば幸せになれて引き寄せできるって言ってる、あのものの考え方が、なぜか深部にまで別な形で捉えられてしまって生きていくと、これは大変なことになります。そういう考え方が、ニュートラルにいろんな人の考え方をやっても、ある程度の自分がいて、自分はそりゃ本物じゃないから、でも変に真実に貪欲になるより自分の心に従って、そして周りの雰囲気にも従って、それが人の顔色を見るという打算やそういったものではなく、現状を知って判断力を鍛えるということだけで生きていける人間になることが大事なんですね。なんだけれども、真実があるから、誰よりも早く真実を知らなきゃって思いながら生きていくと、これから先、コンピューターも人間も、真実なんてないからみんなで頑張ろうねっていうことが分かってきた時代に取り残されます。これをみんなに言いたくて、そして科学と人間が共存する時代が来たよ。そして科学と人間、見えない世界の不思議と思っているもの。つまり自分がコンピューターになって人々に何かを教える役割だった、生きたAI コンピューターみたいな人間がそもそもスピリチュアリストなんだよっていうところに行き着いていただけるようになったらなっていうふうに今日まずお話ししています。実はね、怖いなと思ったところがあって、スピリチュアルのお会社さんのその代表者さんをね、狙って、インスタグラムもしかりですけど、Facebook や、YouTube はね、ものすごく規制がかかるので、疑似アカウントってないんですけど、他の SNS ではかなりの頻度で疑似アカウントが、出来上がってると思います。疑似アカウントから、人をハッキングするっていうやり方を今、世界中の詐欺師がやっています。この時に大切なことっていうのは、真実は一つしかないから、その一つを探して、そのコツさえ分かれば、うまくいくんだと思っているプライド高き富裕層の人たち。この人たちが一番、もしくは富裕層に憧れた中間層のホワイトカラーの人たち、そして直感で生きろと言われてしまった人たちは、エビデンスを求めない認証システムを利用しない人たちだって分かっているので、詐欺の格好の、漁り場になっていきます。そこを注意して皆さんこれから、私も一緒に頑張ります。私と一緒にではないですね。私も未知なる世界を未知なるものとして研究していこうと思っています。皆さんも一緒に未知なるものを未知として、そして心の中にある0と1の二進法をうまく使って、見えない世界と手をつなぐ。崇拝するのではなくて、見えない世界と手をつなぐ。そしてわからないことは自分から能動的に聞いて、自ら宇宙に認証を求めるかのような行動をしていく。こういったことを見えない世界を踏まえながら、一緒にパラレルシフトという形で、前に進んでいきませんか？辞めた、スタッフさんたちにも口が悪すぎると思われてたかもしれない。だけど、次の日になって全てをなくした私が、11月21日の動画が48,000回も見られていたことで、これは、私の考えていた見えない世界が、もう幕を開けたんだって思ったんです。そしたら、そこから2、3ヶ月のうちに、ここ半年間で、なんと、すべての SNS の私の総合再生回数が300万回を超えました。ありがとうございます。もちろんここの最高回数5万回も入っています。それもこれも YouTube で皆さん37,000人の方が世界中から見てくださったおかげだと思います。そして今私は一人一人が主人公の RPG と同じ人生哲学があるんだよっていうことを今年1年広めていこうと思っています。あなた専用 RPG 攻略イメージブックっていうのを作っています。これは生成 AI ジェミニと一緒になって皆さんのこれからの未来を攻略して一回ストーリーを作ってみようっていうプログラムをプロンプトを自分が開発して作ってみました。それとともに古い陰陽学で絶対今の時代も押さえておかなければいけないこととか全部を駆使して簡単な AI の作り方と簡単な陰陽学の類似点なんかもね全部上げさせていただきました。はい、そんな感じでねやっていきたいと思いますので、下のねリンクを見ていただいて、下のリンクの、ショート動画の方もちょっと見ていただけたらなっていうふうに思います。よかったら私にホームページの方アクセスしてみてください。それではまた。